はい、JMA の吉田です。今日は黒木先生と、レシピのお話をしたいのと思って、今日のレシピはですね、実は肩こりジェルというのがあるんですね。で、肩こりジェルっていろんな使い方ができて、それをちょっと黒木先生にお話してもらおうと思うんですけど、黒木先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。実際にどんな使い方しております？えっと、やっぱり私、座りっぱなしで、うん。講座をすることとか結構多いんですね。うん。で、その時にやっぱり腰が痛くなったり、はい。するんですよ。うん。で、肩こりジェルなんですけど、うん。よくよく考えてみると、うん。腰の上のあたりの、うん。ちょうど肩甲骨のあたりがちょっとパンパンに張ってることが多いので、はい。そこに塗りながら、私、もともと体操の先生なんですよね。そうですよね。ですので、肩をこう上げたり下ろしたりとかうん。しながら、うん。そうすると、ただ運動をするよりは、うん。それを塗ってやった方が、うん。なんか暖かくなったりだとか、スムーズうん。に動いたりして、うん。助かってます。なるほど。もともとレシピが筋肉痛とかにも良くなってるからね、実際ね。うん、そうですよね。うん。あと、実際によく皆さんが言うのに頭痛っていうのがあったんですけうんど、うんうん。そういうのも使ったことあります？あります。うん。頭痛は、季節の変わり目にちょっとはい痛くはいはい。なったりとかするので、うんうん。ちょうどこの耳の、ここのこめかみのこの辺ですか、このはいはい。辺に、塗ったり、はい。あれ面白いんですよね。車運転して眠はい。たくなった時に塗ると、結構なんかシュパって起きたりとかですね、いろいろするんですよね、勝手に。なるほど。レシピの中で、うん。やっぱり作用とかそういったものを私たち学ばせていただくので、うん。この作用があるとこれにも効くかなみたいな感なるほどじでですね、自分でなるほどなるほど。勝手に、はい、うん。楽しんでます。で、先生よくやっぱりね、そういう、筋肉痛ですとか、うん、普段動いてないから、痛みがあったりって、うん。そういうのを治す運動も教えてるんですよね。はい。それを、そうですね、ジェルを使いながらうん。やっていったりだとか、うん。やっぱりここ何年か先生と一緒うん。に、作業させていただいはい。て、やってるんですけども、効果がやっぱり全然違いますよね。いいですよ今まね。で私、体操だけを教えていたうん。時と、うん。やっぱりこうジェルをちょっと塗ってやらしていただくと、うん。全然効果が本人たちが感じる効果が違うので、うん。様々だとは思いますけれども。それでは、ちょっと今日作るもののレシピをご紹介したいと思います。はい。えーいくつかの精油を使うんですけど、共有いたしました。この肩こりジェルという名前なんですけど、実は肩こりって筋肉痛と一緒で、筋肉に尿酸、乳酸が溜まった状態で痛みをあるので、筋肉痛にも使えるんですね。それからさっき黒木先生が言って運動する前に塗っとくと、この乳酸、尿酸が滞りにくくて筋肉痛を起こしにくいですよとも使えるのと、痛み止めでも使えます。うん。で、さっき季節の変わり目って黒木先生言いましたけど、確かに緊張型頭痛っていうのがあって、それこそ季節の変わり目であったり、なんかこれから雨降るんだ、低気圧とかだとうん。頭痛いって言うじゃないですか。あれやっぱり肩が凝って痛くなる人多いんで、そういう場合でこめかみつく肩も全然ありかなと思ってるんですね。うん。で、今回、まず作り方、ハイブリッドオイルっていうのは境界あるんですけど、ジェルですから水溶性なので、精油は油性ですね。この水と油を混ぜるために中和剤としてハイブリッドオイル。これ、自然のひまわりのオイルなんですけど、ちょっと違って、浸水性、浸油性、水にも油にも自然なもので溶けるよっていうのを、2ミリ使います。これ後で先生に作ってもらいますね。はい。そして精油がウィンターグリーンが6滴結構入ってますね。鎮痛、鎮静、抗炎症、それから抗痙攣、うっ血ってもちょっとあります。サリチル酸メチルって成分ですね、これね。で、レモングラス2滴、ユーカリレモン2滴。これは鎮痛鎮静で、シトラールって成分とシトネレラールですね。そしてサイプレスがピネンという成分で、うっ血、うったい、血液、リンパの流れを良くするんで、さっきの筋肉に滞った乳酸、尿酸を流すという意味で入れています。最後にローズマリーカンファー。ローズマリーの中でもカンファーという成分が多くて、カンファーは筋肉弛緩、筋肉柔らかくする作用があるんで、これを入れて筋肉柔らかくして、この肩こりだとか、尿酸、乳酸、これを流してあげようかなということで、これを入れてます。最後に、これジェルですね。ナチュラルモイストジェル。普通の高分子ポリマーみたいな肌に悪いものは使っておりません。
肌に悪い昆布ポリマーのジェルは塩かけると溶けてしまうんですね。これはそういうふうにならないんで、もしお持ちのジェルがちょっと嫌だなと塩かけて実験してもいいかなと思いますね、実際ね。肌にとっても優しいです。これを20ミリ入れまして、よく振るっていうんですけど、この作り方、早速ですね、黒木先生にやってもらいたいと思います。はい。それでは手元カメラよろしくお願いします。はい。でははい。共有いたしますはい。ね。はい、出ました。はい。それでは先ほど言った通り、ハイブリッドオイルですね。見えますか？これではいはい、そすね。うですね。いいですね、いいですね。それ20ミリのジェル容器見せていただけますか？はい、これです。はい、これ線があるんですよね。1個、2個とかね。ちょっと見えにくいですけど。ここにあります。はい。じゃあこれをまず2ミリ、2プッシュ入れてください。はい。見えますか？はい。1、2、OK。このそしように入りました。いいですね。はい。はい。透明ですね。それで、ここに、ウィンターグリーンを6滴入れていただいていいですか？ミンターグリーン。はい。サロンパスのニュースです、これね。はい。はい。わかんないけど、1、2、3、4、5、6って書いてあるね。はいはい、入りました。はい。素晴らしい。サラサラですので、スタスタ出ますはい。ね。それから、レモングラスを2滴入れてください。はい。レモングラスです。はい。お願いします。レモングラスですね。はい。1、2。1滴、2滴。はい。そして、今度はユーカリレモンですね。これです。はい。2滴お願いします。はい。1滴、2滴入りました。はい。今これで3種類入りましたね。はい。これだけだと痛み止めなんですけど、普段もったいないので、これだと、ここに、それではサイプレスを2滴入れましょう。うっ血訴えです。ハイプレス入れます。はい。血行が良くなります。ピネンっていう成分でしたね。ちょっとサラサラなので気をつけてください。そうですね。モノテルペン炭化水素ですからね、グループが。はい。はい。そして最後がローズマリーカンファー。2滴入れローズマてください。リーカンフこのカンファーは実は小脳っていうね、タンスの虫除けの匂いなんですね。ァー。はい。入りました。はい。これで全部ジェルが入りました。軽く振ってください。はい。いい。そしたらですね、ジェルを20ミリ入れていただいていいですか？ナチュラルモイストジェル。はい。これ、ナチュラル。こうかなはい。こうかなこうかなはい。はい。はい。じゃあ、ノズルを入れていきまはい。す。2個の線のところまで。はい。はい。できた？そした20ら、の線まで入りましはい。た。蓋をしていただいて、内蓋を閉めます。はい。でキャップをはい。閉めました。で、今透き通ってますから、ちょっと白くなるまで振りましょはい。う。では振りますね。はい。はい。お、お、すごい、白くなった。お、すごい。乳化した感じですね。はい。はい。はい。じゃあカメラを戻していただいて、はい。簡単ですね。はい。ね、ちょっとできたの見せていいですか、そこで。はい。はい。あ、すごい、すごい、白くなってますね。いいですね。簡単にできますよね。いきますね。まあ、先生の言った通り、これを塗って運動したりですね、とってもよくて、実はね、僕の方でペット飼ってらっしゃる方いるんですね。で、うちはゴールデンなんですけど、やっぱりちょっとこう、なんだろう、フローリングでう関節ん。痛めるときあるんですよね。その時ポイントで塗ってあげると動かなかったのが、動けるようになったりする。あ、痛さ取れてるんだ。まあ、飼い主さんが実際に使ってみて、肩こりやなんかで、本当効いたって言ったら、やっぱりね、可愛いペットに持って使えるんで、そうですよね。なんうん、かやっぱりこれ、肩こりのジェル、さっきちょっと言い忘れましたけど、この後ろの後頭部のあたりはい、に、ちょっと塗ると、なんか、いい感じでいいす。感じですよね。頭痛も。ですよね。片頭痛もなんかうん。良くなったりとか、やっぱりはい。後ろの方から来る頭痛ってあるんですね。あります、あります、あります。僕もありました。ぐーってこうなってうん。ですね。アロマテラピーやってるのに、鎮痛剤飲んじゃいました、はっきり言ってね。それも必要ですよね、先生。僕、こう、鼻だけとかいろいろあって、うん。やっぱり頭痛持ちだったんですね。でも、この肩こりジェルを使うことで、頭痛薬もちょっと少なくて済んだんでね。うん。今はもう治りました。全然使ってないです、頭痛はね。
ただやっぱうん。肩こりは使ったりしますね、たまにね。うん。ですね。で、実際に、今日黒木先生と肩こりジェルをやったんですけど、今後もですね、うちの先生方と体験談とお作りをいろいろやってきまして、うん。多くの方にメディカルアロマ、香りだと思っている方すごく多いんですよね。うん。実はね、使えるものいっぱい家であるんですよ。ですから、今日先生運動ですけど、他のものもいっぱいあるので、ご紹介していこうと思います、毎回ね。その時はい。よろしくお願いしますね、またいろいろね。楽しみですね。はい。で、もし黒木先生が、実はね、無料講座を、あ、ホームページやってます。でやってまして、実際に、勉強会っていうのやってますよね。はい。それから、あと、よく質問ある方に相談会っていうのもやってるじゃないですか。はい。ね。これを今日、黒木先生の URL を、概要欄につけておきますので、皆さん、YouTube 見てる方ね。うん。それから無料講座も僕、後でつけておきますんで、ぜひ見て、あ、黒木先生のとこちょっとお話聞いてみたいなとかって思ったら、黒木先生、熊本ですよね、実際。そうです。熊本です。でも実際にこの Zoom を使ったり、いろんな講座、アドバイザー、スペシャリスト、日本中回ってやっていただいてるんで、あ、はい。まあ、そういうご相談あれば、黒木先生に言っていただければいいかなと思いますね。はい。もう一人で悩まないで、どんどんね、そうですね。相談していただければと思います。特になんか運動でね、取り入れたいって人もいいですよね、実際あ、ね。そうですね。うん。相乗効果が本当になんかありそうです。そうです。あと、プラス、思ったより。マタニティっていうか、妊婦さんのクラスも教えてましたよね、なんかね。やってます。ですよね。妊婦さんとか、産後のお母さんたちとか。そうだよね。はい。やっぱ妊婦さんのほら、お薬ダメとかあるじゃない。そうなんですよね。とってだからもうもいいですね、それ私が、ね。一緒に、ずっともう30年ぐらいお仕事させていただいてるうん。産婦人科さんでは、うん。カウンセリングも含めて、はい。かなりの妊婦さんたちが、はい。本当に問題なく使っていただいてますので、ありがたいです。ですから、今日ね、ちょっと肩こり興味あるよ。だけじゃなくて、妊婦さん見てる方、それからお子さん育てる方、ね。そうですね、おっぱいをね、飲ませてるおうん。母さんたち心配なうん、そうだよね。方ね、結構いらっしゃるんですようん。ね。でもそういうのも全然大丈夫なので、もしね、ご興味あったり不安を感じたら、ぜひ黒木先生にうん、ご連絡はい。いただきたいと思います。はい、はい、すいません。今日も先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。はーい。それはい、では失礼します。失礼いたします。